夕方のニュース。最初は米国の原発は色よ。片付けが何十年単位って家の大掃除どころじゃないじゃん。安全と電力需要がぶつかる話を見ていくのだ。スリーマイル島原発2号機で廃炉作業が進んでいるわ。廃炉って原発を安全に片付けていくことだよね。事故から長い時間が経っても作業は続くのだ。建物内では放射性物質がついた設備を運び出しているのね。指令室から指示して一つずつ動かすんだって。配管の汚れは薬剤で取り除く作業も始まったのだ。薬剤を使うほど簡単に外せない付着なのかしら。教室の机にシール跡が残る感じとは比べ物にならなそう。作業は2034年まで続く見込みなのだ。私の小遣い帳よりずっと先まで予定があるわね。しかも隣の1号機は再稼働の手続き中なんだよね。AI のデータセンターで電気が必要になっているのだ。廃炉を進める場所の隣で再稼働も考えるのね。便利さを急ぐほど安全の確認を置いてかないでほしいじゃん。みんなは廃炉と再稼働どう両立させると思うのだ。私は安全の基準を最初に見たいわ。次は火星の衛星を目指す MMX のニュースなのだ。10月20日に H3 ロケットで打ち上げると発表されたわ。MMX ってフォボスの砂を持ち帰る探査機だよね。名前は火星衛星探査計画の略称なのだ。フォボスは火星の周りを回る衛星なのね。地球の月じゃなくて火星側の月ってことじゃん。世界で初めてフォボスに着陸する計画なのだ。着陸して砂を取るなら地面の状態が気になるわ。足が4本あって砂を集める装置も積むんだって。 NHK と JAXA のカメラも載っているのだ。宇宙からの映像かなり見てみたいわね。スーパーハイビジョンなら砂の感じまで見えそうじゃん。到着後は3年間フォボスを調べる計画なのだ。持ち帰った砂で火星周辺の成り立ちがわかるのかしら。みんなも打ち上げ映像をリアタイで見たくならない？僕は砂よりまず映像にかじりつくのだ。続いて千葉豪雨の被災地で支援が進むニュースなのだ。豪雨から1週間、千葉市でボランティアが始まったよ。県内では13人が亡くなり、浸水はおよそ2700棟よ。家の中まで水が入ると家具を出すだけでも大仕事だよね。床上浸水は床より高いところまで水が入る被害なのだ。千葉市には市内などから集まった人たちが向かったのね。水を含んだ畳やソファは持ち上げるのも大変そう。支援の要受けは100件を超えているのだ。必要な家に人手を届ける仕組みが動いているのね。ただ暑さの中での作業だから無理は禁物だよ。ボランティアは今市内に住む人を募集しているのだ。参加するなら募集条件と持ち物を先に確認したいわ。現地へ直接行かず窓口の案内に合わせるのが大事じゃん。大網白里市では保育所2カ所が休園しているのだ。園児およそ170人が通えない状態だったのね。支援施設の一部屋を使って保育が一部再開したよ。友達と1週間ぶりに会えた園児もいたのだ。生活を戻すには住まい以外の場所も必要なのね。みんなも身近な支援先を知っておくと安心じゃん。今日は宇宙って言葉の意外なルーツを見てみよう。宇宙って英語ではいくつも言い方があるのだ。コスモスは古代ギリシャ語が元なんだって。その言葉はもともと秩序ある状態を指したのね。ピタゴラスが世界そのものを指す言葉にもしたらしいよ。ただ広い空間じゃなく整った世界の感じなのだ。一方のユニバースは全部のものや出来事のまとまりって意味だよ。同じ宇宙でも見ている角度で言葉が変わるのね。言葉の中にも宇宙の広がりが入ってるみたいじゃん。廃炉から宇宙、豪雨まで幅広かったわね。概要欄に記事のリンクもあるから気になるシーンは見てね。コメントで気になったニュースを教えてほしいのだ。じゃあ今回はここまで。また次回も見てね。